のささやきの朗読や飲みの席を抜けたのは深夜1時を少し過ぎた頃だった。店を出た瞬間、湿った風が顔にまとわりつき、酔いが一気に重くなる。歩いて帰れる距離ではなかったので、いつも通り運転代行を呼んだ。アプリには到着まで3分と表示されていて、店の前に立っているだけでヘッドライトが近づいてきた。代行ドライバーの男は年齢のわからない無表情の人だった。無駄な挨拶もなく、俺の車の運転席へとすぐに乗り込んできた。俺は後部座席に沈み込み、呼吸を整えた。少し頭を垂れただけで眠ってしまいそうなくらい疲れていた。走り出して5分ほどして違和感に気づいた。ナビの画面が静かに点滅している。自宅の住所を口頭で伝えていたはずなのに、画面の左上には見慣れない地名が表示されていた。酔っていてもわかる。あれ？俺の家ってこっちじゃないよな。と声をかけようと思ったが、言葉が喉の奥で絡まり、うまく出てこない。代行ドライバーはこちらを一度も振り返らない。信号で止まるたびに運転席越しに見える横顔はわずかに下を向き、まるで何かの指示を聞いているように静止していた。ナビの音声は流れていないのに、男だけが合図を受け取っているような仕草だった。しばらくして道が暗くなった。街灯が一本もない。車のライトが照らす範囲だけがぽっかりと浮かび、周囲は黒い壁のように連なる。普段この通りを通ることはまずない。俺の家と反対方向なのは間違いなかった。酔いが少しずつ冷めていくにつれ、胸の奥に冷たい感覚が溜まってくる。背中がじわじわとこわばり、手を伸ばしてスマホを取ろうとした瞬間、ナビが勝手に目的地に到着予定、午前1時44分と表示した。見覚えのない緑色のピン。その場所は墓地の名前だった。午前1時を過ぎた参道は人の気配が全くなかった。車は一定の速度で滑るように進み、道を照らすライトだけが白く伸びている。俺は後部座席で身白きし、もう一度ナビ画面を確認した。相変わらず表示されているのは行き先を示す緑色のピンだけ。地名の横には薄く旧〇〇墓地と書かれていた。ちょっとこの道違くないですか？意識をして
声を張ったつもりなのに、自分の声が妙に弱く聞こえた。そして返事はない。いや、聞こえていない様子でもないのに、無視しているような沈黙が広がった。運転席の男は首も視線も微動だにしない。ただハンドルを握る指先だけが異様に白く、皮膚を締め上げた跡のように浮き上がっていた。ナビ、勝手に変わってますよ。俺、家に帰りたいんですけど。酔いは完全に消えていた。背筋にまとわりつく嫌な感覚が離れない。だが次の瞬間、運転席の男がわずかに顔を動かした。ルームミラー越しにその表情が映った。どこも見ていない。焦点が一切合っていなかった。黒目が揺れているのでもなく、眠っているのでもない。何かを見て従っている人間の顔ではなかった。まるで空洞の奥で別のものが動いているような感覚。恐怖というより、触れてはいけない運転手に乗ってしまったという実感が背骨を這い上がってくる。息を吸うたびに冷たさが肺に染み込み、喉が渇いた音を立てて鳴った。その時、ナビが突然音声を流した。目的地付近です。お疲れ様でした。声は機械的だったが、その直後に続いたもう一つの声はナビとは違った。着いた。着いた着いた。ボソボソっとした低い声がナビのスピーカーから漏れた。運転席の男の口ではない。後部座席の俺のすぐ横でもない。車内全体に滲むように広がる不自然なささやきだった。思わず身を引いたとき、視界の端に動く影が映った。前方のガラスに反射して揺れる細長い何か。木の枝かと思ったが、風もないのにリズムを刻んで揺れている。明かりが当たると、その影は腕のような形に見えた。車が止まった。ブレーキの感触もなく、ただ滑るように停止した。周囲は真っ暗で、看板も家もない。だがナビには大きく目的地に到着しましたの文字。墓地に到着したことになっていた。運転席の男がゆっくりとこちらを振り返った。その口がありえないほどゆっくり開いていった。運転席の男の口が開いたまま止まっていた。呼吸をしている様子がない。喉の奥が暗く、底が見えない穴のようだった。ここで降ります。震え声が自分のものとは思えなかった。ドアレバーに手を伸ばすと、カチリと低い音がして
開示をされた。まるで、どうぞ、と促されたようだった。反対に運転手は一切動かない。まるで操り人形が糸を切られたまま放置されているように、運転席に沈んでいるだけだった。外に出た瞬間、焼きが肌にまとわりついた。ひどく湿っている。足元に白い砂利が広がり、その奥に無数の石碑が並んでいた。墓地だった。しかも古い。手入れをしている気配が全くない。雑草の隙間から濃い闇が湧き上がり、墓石の影が歪んで揺れていた。車のヘッドライトが照らす範囲の奥でカサッと音がした。細い人影。背が異様に高く、動きがぎこちない。その影がこちらを向くたびに、地面に落ちるシルエットだけが振り返っているように見えた。実体はゆっくりと歩いているのに、影だけが急な角度でまっすぐと俺を向く。誰ですか？声を出したつもりなのに、音になっていなかった。影はゆらりと伸びた。墓石をまたぐようにして、まっすぐ車の方へと近づいてくる。ライトの明かりが影の輪郭を幼稚な絵のように歪ませ、伸び縮みし、また伸びた。その時、車のナビがまた勝手に点灯した。目的地に到着しました。目的地に到着しました。目的地に到着しました。同じ音声が連続で流れ、最後だけ別の声に切り替わった。迎えに来たよ。運転席の男がようやく動いた。ただし、ハンドルに手をかけるのではなく、後部座席側へ首だけをねじるように向けてきた。骨のきしむような角度で、こちらへ、こちらへと無理やり近づけてくる。その目の奥には全く違う何かがいた。さっきの影と同じ形をした黒い穴。俺は反射的にドアを閉め、外に飛び出した。墓地から離れようと走った。足元の砂利が散り、暗闇が跳ねるように揺れる。背後でバタンと金属音が響いた。振り返ると車のライトが突然消えていた。運転席も後部座席もいない。車だけがポツンと残り、光も気配もすべてが消えていた。まるで最初から誰も乗っていなかったかのように。翌朝、警察と一緒に現場へ戻ったが、車は普通に道路脇に止まっていた。ナビの履歴には目的地、住宅としか残っていなかった。だが後部座席だけが濡れていた。
それはまるで誰かがそこにずっと座っていたかのように。長距離ドライブの途中で、俺たちは小さなパーキングに立ち寄った。高速の下り線、地図にもほとんど載っていない古い場所だった。時計は午前2時を回っている。売店の明かりは落ち、自販機の明かりだけが青白く光っていた。相棒の遠藤は眠気を訴え、車の中で目を閉じた。俺は一人でトイレに向かった。駐車場の奥、雑草の陰に埋もれるようにコンクリートの小屋がポツンと立っていた。近づくと看板の文字が半分剥がれている。清掃中ではなく閉鎖中。だがドアは開いていた。錆びた長板がかすかにきしむ。中は異様に冷えていた。外よりもずっと湿った空気。蛍光灯が一灯だけついていて、時折明滅する。このトイレのご利用はご遠慮ください。と読めた。だが、インクがにじんで、遠慮の部分だけが黒く塗りつぶされている。個室は3つ。一番奥のドアだけが半開きになっていた。中からかすかに水の滴る音がする。天井から漏れているのかと思い、手を伸ばしかけたとき、シーと小さな声が聞こえた。誰かが中にいる。俺は慌てて一歩引いた。だが他の個室の扉も同じ音で静かに閉まった。それはまるで息を合わせるように。耳鳴りのような静寂の後、便器の奥から泡のような音がした。それがだんだんと近づき、個室の隙間から白い指がゆっくりと伸びてきた。水でふやけたような皮膚。その指が床をつかむと、タイルの目地がぬるりと歪んだ。後ずさりをする俺の足元に水が流れ出した。下水の匂いではない。生温かく鉄のような匂い。背後の出口に手を伸ばすとドアが開かない。外から誰かが押さえているようだった。ドアノブを何度回してもびくともしない。外から押さえられているのか、それとも内側で何かが絡みついているのか、じわじわと手の中に伝わってきた。誰かいるんですか？声を出した瞬間、蛍光灯がふっと消えた。真っ暗になった個室の向こうで水の音が止まる。その代わりに何かが床を這う音が近づいてくる。ぬるりぬるりと。暗闇の中で何かが壁に沿って
動いていた。かすかな光が残る非常灯の下、床に黒い跡が続いている。まるで人の手形のように5本の指がべったりと並んでいた。その跡が一つまた一つと増えていく。俺の足元のすぐ手前で止まり、音が消えた。息を止めたまま動けずにいると、次の瞬間、すぐ脇の個室のドアが内側から大きくへこんだ。響いた衝撃音に反射的に後ろへ下がる。背中が壁にぶつかり、冷たさに息が漏れた。すると真後ろの壁が呼吸をした。膨らんではしぼむ。その度に壁紙が剥がれ、裏から白いものがにじみ出してくる。布ではない。皮膚のようなもの。それがずるりと剥がれると、壁の隙間から濡れた黒髪が垂れた。1本、2本、次第に束になって床を這う。やがて天井の換気口からも髪が降りてきた。頭がある。逆さまの人の顔が髪の間から覗いていた。白目が開いている。瞳孔が震えながら俺を見ていた。ここ、開けちゃダメ。声は耳元でささやかれたが、顔は天井にある。息がかかるほど近いのに全く気配がない。俺は思わず個室のドアに体当たりをした。バキンと音を立てて開いた。だがそこは空っぽだった。便器の中に泡のようなものが浮かび、ゆっくりと人の形に変わり始めていた。俺は個室を飛び出し、通路を駆け抜けた。足音が響くたびに、背後の便器から水が流れる音がする。すべての個室の中で誰かが同時に立ち上がるような湿ったブクブクという音。ドアに体当たりをすると、ようやく外の焼きが流れ込んできた。冷たい風。助かった。そう思った瞬間、違和感に気づく。駐車場が静かすぎる。エンジンの音も虫の声も風の音すらしない。まるで音という概念が切り取られたような空間だった。車に戻ると遠藤の姿がなかった。運転席のドアが開け放たれ、中から湿った足跡が続いている。向かう先はあのトイレ。さっき閉まっていたはずのドアが今は全開になっていた。中は真っ暗で床一面が水浸し。その水面に遠藤のジャケットが浮かんでいた。遠藤、
声を出した瞬間、天井の換気口が動いた。ずるりと紙の束が垂れ、そこから人の腕のようなものが落ちてくる。皮膚がふやけ、指が何本も重なっている。腕は床に落ちると、その中に沈まず、滑るように動いた。その後を追うように、壁のタイルが次々と膨らみ、中から白い顔が押し出されてくる。口は開かず、ただ一斉に目だけを動かしていた。トイレ全体が呼吸をしている。壁も床も天井も全部がそれの体の一部だった。俺は逃げるように外へ出る。駐車場の奥に新しいトイレ塔が見えた。明るく清潔そうな建物。そこに駆け寄る。だが入り口のドアを開けた瞬間、中から同じ冷気と匂いが吹き出した。蛍光灯の下、タイルの床に俺の足跡がもうついていた。まだ一度も踏み入れていないのに。背後で風が鳴る。振り返ると古い方のトイレはもう見えなかった。駐車場のどこを見てもそこにあったはずの小屋は消えている。代わりに自販機の明かりが点滅していた。その反射の中、ガラスに映るトイレのドアがゆっくりと開いた。本堂の奥、誰も近づかぬ棚の最上段にそれはあった。白い布をかぶせられた一枚の位牌。前任の住職、つまり師匠にあたる方から、決して触れてはならない、と言われていたものだ。理由は聞かなかった。師匠の口調は静かだったが、いつもの柔らかさがなかった。布越しにも伝わる重みと湿り気のような冷たさ。ただの位牌とは思えなかった。師匠が亡くなって6年。その間、一度も布は外されていない。だが、先月あたりから奇妙なことが起き始めた。夜中に本堂へ行くと、あの棚の周りだけ空気がざらつく。まるで湿った砂を吸い込んだように喉が重くなる。灯明を灯すと、炎が布の方へ傾いた。ある夜、風のない本堂で、カサッと音がした。見上げると、白符の端が揺れている。俺ははしごを持ち出し、ゆっくりと近づいた。手を伸ばすと、布の下からかすかな香の匂い。それは古い葬儀の匂いだった。指先が
布の縁に触れた瞬間、布の下から低い声がした。まだ終わっていない。息を飲んだ。誰かのささやきのようでもあり、風のような音でもあった。思わず手を離すと、布が一瞬だけ浮き、下の位牌の角が見えた。そこには墨のように濃い赤で書かれた戒名の一文字が覗いていた。封じるの文字だった。その夜から夢を見るようになった。暗い本堂の中で誰かが読経を続けている。声の主は見えない。ただ灯明の向こうに白布をかぶった位牌が一つこちらを向いていた。夢の中でもその布は決して外せなかった。だがある朝、布の隙間から明らかに誰かの指が覗いていた。翌朝、恐る恐る棚を見上げた。白布はそのままだったが、裾の一部が指先ほど破れている。破れ目の内側には墨ではない赤い線が滲んでいた。乾いた血のようにも朱印のようにも見えた。気味が悪くなり、位牌を見上げたまま合掌した。その時、わずかに布が膨らんだ。内側から息を吸い込むように。まるで中に何かがいるようだった。日中、参拝客が途絶えた頃、師匠の弟弟子である老僧が訪ねてきた。彼は白布を見上げるなり、険しい顔をした。まだそれを置いてあるのか。低い声で言う。俺は事情を尋ねたが、老僧はしばらく黙ってからこう言った。その中に眠っているのは位牌ではない。封印だ。かつてこの寺で師匠が供養を試みた僧がいたという。彼は祈りの最中に異形の声を呼び、心を壊した。供養の途中で経を乱し、炎の中に姿を消したんだ。それを師匠が封じた、と老僧が言った。俺は震えながら尋ねた。なぜ封じたままに？老僧は答えなかった。ただ目を細めてつぶやいた。封を解くのは呼ばれた者だけだ。その言葉が耳に残ったまま夜を迎えた。雨が降り出し、屋根を叩く音が絶え間なく響く。本堂で灯明を灯すと、光がわずかに白布を照らした。割れ目の奥が動いた。指ではなかった。小さな口のような裂け目がゆっくりと開いていた。そしてそこから声が漏れた。呼べ。名を呼べ。体が
勝手に教官を開いた。文字がにじみ、墨が生き物のように這い回る。どの行にも同じ言葉が浮かび上がった。封を解け。封を解け。封を解け。灯明の炎が一瞬で消え、闇の中で布が裂けた音がした。その奥から黒い手が伸びてきた。爪の間から赤い糸も垂れていた。闇の中で裂けた布の向こうに何かがいた。黒い手が畳を叩くたび、部屋の温度が下がっていく。それは腕だけではなかった。布の中から無数の指が這い出てくる。その一本一本に赤の糸が絡みついていた。糸の先は俺の足首に結ばれている。動けなかった。指がゆっくりと引くたびに体が前へ引き寄せられる。息をするたび胸の奥が締め付けられる。頭の中であの声が繰り返す。名を呼べ。呼べ。気づけば教官の文字が勝手に浮かび上がっていた。墨の行が赤く染まり、文字が形を変える。それは名前だった。読めば何かが起きると分かっているのに、口が勝手に動いた。法院道元。その瞬間、布の下から風が吹き上がった。白布が舞い上がり、位牌があらわになる。表面には焼け跡とともに黒い穴がうがたれていた。穴の奥から誰かが覗いている。目ではない。空洞そのものが俺を見ていた。次の瞬間、轟音とともに灯明が再び灯った。だが炎は白く、音もなく燃えた。畳が波打ち、棚が崩れ落ちる。その中で位牌が床に落ちた。カランと乾いた音を立て、4つに割れた。そして静寂。気づけば俺は仏間の中央に倒れていた。破れた布が体にかかり、指先には赤い糸の跡が残っている。周囲を見渡しても位牌は跡形もなかった。ただ棚の奥に新しい木札が立てられていた。墨の筆跡はまだ乾いておらず、こう記されていた。封印、成就、供養者、〇〇住職。〇〇の部分は俺の名だった。以後、この寺では誰も封じられた位牌を見ていない。だが、夜の度胸の最中、本堂の上座にだけ白符が一枚かけられている。誰も置いた覚えはない。
その布の下からかすかに声が聞こえる。もう一人残っている。夏の終わり、大学時代の友人佐伯と山へドライブに出かけた。地図上では一本道のはずなのに、途中で分岐が現れた。左は舗装路、右は細い砂利道。こっちが近道らしい。と、佐伯が迷いなくハンドルを切った。俺は嫌な予感がした。だが、彼は笑ってこう言った。もし戻れたら教えてくれよ。軽い冗談のように聞こえたが、妙に引っかかった。右の道に入ると、すぐに舗装が途切れ、森が迫ってきた。車の窓を開けると、湿った土と古い木の匂いが入り込む。昼なのに薄暗く、セミの声が遠くにしか聞こえない。やがて霧が出た。視界が白に染まり、ナビの画面がフリーズした。電波も途切れている。しばらく走ると、霧の向こうに鳥居が現れた。苔むした石段が奥へ続き、その脇に、ようこそ、御影へ、と書かれた看板が立っている。そんな地名、聞いたこともない。佐伯が笑いながら、こう言った。なあ、ここって、地図にないな。冗談のように見えたが、笑い方がぎこちなかった。エンジンを切った瞬間、霧の中で鈴の音がした。小さく、だが確かに俺たちを呼ぶように響いていたんだ。鳥居をくぐると、まるで別世界だった。湿った風が頬をなで、木の葉が音もなく落ちていく。道の両側には木造の家が並び、どの窓にも薄い紙障子が貼られている。昭和というより、もっと古い時代のようだった。人の気配がない。それでも、どこかの家の奥からは、包丁で何かを刻むような音がする。鍋の湯気の匂いまで漂ってきた。だが、誰も姿を見せない。広場の中央に石碑が立っていた。戻れたら教えて。そう刻まれていた。佐伯がそれを見て小さく笑った。冗談だろ。俺たちが言ったことだぜ。笑いながらも、その顔は青ざめていた。鳥肌が立った。あの言葉を口にしたのは、ほんの30分前。それがここに刻まれている。俺は、なあ、帰ろうぜ。と言った。しかし、道がない。
振り返っても鳥居は消えていた。代わりに村の端から子供がこちらを見ていた。白い服、無表情。手に何か紙のようなものを持っている。佐伯が声をかけようとした瞬間、子供はくるりと背を向け、細い路地に走っていった。追いかける佐伯の背中が霧に消える。呼び止める声は届かない。霧の中に吸い込まれるように姿が消えた。その後、風が吹いた。俺の足元に紙が一枚舞い落ちた。それはさっき子供が持っていたものと同じだった。拾い上げると、そこには震える字でこう書かれていた。戻れたら教えて。霧の中で佐伯の名前を何度も呼んだ。返事はなかった。足音だけがどこかで遠ざかっていく。気がつくと村の明かりがすべて消えていた。月も星もない。真っ黒な空の下で俺の息だけが音を立てていた。ポケットの中のスマホは真っ暗で、画面を押すたびに一瞬だけ誰かの顔が映る。それは佐伯に似ていた。やがて鳥居が再び現れた。俺は安堵して駆け寄ると、鳥居の向こうに佐伯が立っていた。だが何かが違う。顔の半分が白く、もう半分は闇に溶けている。そのまま彼は静かに言った。お前、戻れたんだな。次の瞬間、景色が反転した。霧が裂け、眩しい日差しが差し込んだ。俺は車の中で目を覚ました。ナビは動いており、時刻は昼の12時を指している。外には見覚えのあるいつもの峠道だった。夢だったのか。そう思ってふと助手席を見ると、そこに紙が一枚置かれていた。白く湿った紙。手に取ると墨のような字でこう書かれていた。戻れたら教えて。指先が震えた。その時スマホが震え、通知が一件だけ届いた。送信者は佐伯。本文には文字化けしたような記号が並び、最後にだけはっきりと読めた。お前、どっちの方にいる？行方不明者の捜索依頼が入ったのは、梅雨が明けきらない7月の終わりだった。消えたのは登山客の親子2人。最後に確認された位置情報は、標高800メートルほどの山腹。だが地図上の登山道からは
外れており、GPS の座標には道と呼べるものは存在しなかった。俺は県警の捜索班として隊員5名と共に現場に入った。湿った風が肌に張り付く。山道には誰のものとも知れない古い足跡が続いていた。崩れた祠のような石積みの横を通り抜けると、土の匂いが急に濃くなった。何かが腐っているような、濡れた布のような、どこか甘い臭気が鼻に残る。やがて見たことのない案内板が現れた。この先、〇〇村入り口。地図には載っていない名前だった。表面は苔で覆われ、板の下には平成10年撤去と小さく刻まれていた。撤去されたはずの集落になぜ新しい足跡が向かっているのか。数分後、木々の切れ間から瓦屋根が見えた。民家が数軒斜面に張り付くように並んでいる。煙突から細い煙が立ち上り、夕方の光が瓦に赤く反射していた。だが人の気配がまるでない。犬も鳥も音を立てない。無線を入れる。本部、こちら捜索一班。集落を確認。人影なし。返答はノイズに飲まれた。不思議なことに GPS の表示が突然無信号に変わる。電波が遮断されている。誰かが意図的にという考えがよぎった。同行していた巡査が一つの家の戸口を指した。引き戸の隙間からまだ暖かそうな湯気が漏れている。中を覗くといろりに火が残っていた。茶碗が2つ並んでいる。まるで誰かがついさっきまでここにいたようだった。俺は隊員に指示をした。写真を撮れ。そして記録を残しておけ。その時、民家の裏手からかすかな足音がした。全員が振り返る。だが、そこにあったのは風で揺れる白い布だけ。縁側に吊るされた子供の服のようだった。日が沈み切る前に集落の全域を確認しようとした。だが、母屋の数を数えても合わない。遠くに見えた瓦屋根は6軒のはずだった。しかし、実際に歩いてみると7軒ある。しかも、どの家の間にもほんの数歩分の隙間しかないのに、進むたびに景色が微妙に変わる。背後を振り返ると、来たはずの道が消えていた。俺は無線のスイッチを入れた。
本部、聞こえるか？ GPS が途切れた。集落内を確認中。応答なし。ノイズの奥で誰かが戻れと言った気がした。隊員の一人が撮影した写真を見せてきた。班長、変なんです。家がさっきと違うんですよ。確かに画面に映る母屋の位置が数分前と微妙に入れ替わっている。1枚目では右奥にあった蔵が2枚目では左手にある。どちらも間違いなく撮影日時は夕方。まるで村そのものが息をしているようだった。やがて中央の広場に出た。石造りの井戸があり、その周囲に丸く並ぶように家が建っている。井戸の中を覗くと水面が異様に澄んでいた。覗き込むと顔が映る。自分のはずなのに動きが一瞬だけ遅れる。まぶたを閉じても井戸の中の俺は瞬きをしなかった。鳥肌が立った。振り向くと誰もいない。さっきまで横にいた巡査の姿が消えていた。呼んでも返事がない。草むらの奥に足跡が続いていた。土にめり込むような深い跡。その形が妙に細い。成人男性の靴跡ではない。裸足の子供のような。いや、それよりも指が多い。視界の端で何かが動いた。わらぶき屋根の影から白い顔が覗いている。距離にして10メートルほど。顔だけがこちらを向いている。首が異様に長く、体は壁の裏に隠れて見えない。目が細く笑い、唇だけが黒ずんでいる。息を飲んだ瞬間、顔がゆっくりと壁の中へ沈んだ。まるで水の中に吸い込まれるように。その直後、村のどこかで太鼓のような音が響いた。と一定の間隔で。耳を澄ますと風も虫も止まり、音だけが山に反射していた。俺は小声でつぶやいた。ここって本当に撤去された村なのか？太鼓の音は止まらなかった。感覚が狭まり、鼓膜を叩くような低い振動に変わっていく。音の出所を探ろうと耳を澄ませた瞬間、背後の母屋の戸がギーッと開いた。中から現れたのは、先ほどいなくなった巡査のように見えた。班長、ここにいました。そう言って歩み寄ってくる。
だが近づくたびに靴の音がしない。顔が薄い膜のように揺らぎ、表情が張り付いた笑みに変わった。光の加減ではなかった。皮膚が浮いていた。顔全体が誰かの皮をかぶっているように。その下から湿った音とともに別の顔が覗いた。俺は後ずさりしながら拳銃に手を伸ばした。だがトリガーを引く前にそいつが首を傾けた。どうして撃つんです？一緒に帰るんじゃないんですか？声がさっきの巡査のものと重なり、少し遅れて響く。まるで録音を重ねたように二重になっていた。視界の端で他の家々の戸も次々と開く。同じ顔をした者たちがゆっくりと外に出てくる。全員笑っている。そして全員俺の顔をしていた。俺は逃げ出した。井戸を越え坂道を駆け下りる。足元の泥が吸い付くように重く何度も転んだ。それでも必死に走り抜け、ようやく木々の切れ間を抜けた。気づくと朝になっていた。隊員の姿はなく、俺一人だけだった。無線が急につながり、救助隊の声が入る。応答せよ、一班。今どこにいる？〇〇村にいた。全員村に。そう言いかけたとき、通信が途切れた。救助隊に保護された後、俺は地図を確認した。そこには集落なんて存在しない。航空写真を見てもただの森だ。それなのに報告書の片隅に残っていた。現場で撮影したはずの写真が一枚だけ。そこに写っていたのは俺の背中とその肩越しに覗くもう一人の俺だった。翌日、解析班がその画像を調べた。結果はこうだった。被写体の二人、どちらも同一人物。撮影者、本人。そして3日後、保管されていたその写真が突然消えた。ログを追うと削除をしたのは一班班長。つまり俺自身だ。なのに俺はその操作をした記憶がない。報告書を閉じると机の上に泥が落ちた。手を見ると爪の間に黒い土が詰まっている。乾いていない。湿った山の土の匂いがした。その夜、寝室の壁から太鼓の音がした。あの村と同じ一定の感覚で。そして耳元で誰かが囁いた。次は
こっちの地図に来い。供養ツアーの案内状には奇妙な一文があった。奉納される木箱に決して触れぬこと。俺はそれを大げさな注意書きだと思っていた。行き先は山中の古い寺。人形供養のバスツアーに応募した客が数十名。俺は大学の民族学ゼミの課題で取材を兼ねて参加していた。寺は霧に包まれ、鳥居の先には古い蔵が並んでいる。その中の一つに住職が指さした。本日の奉納はこちらで行います。木箱はずらりと並べられていた。どれも古い桐の箱で墨の文字がにじんでいる。その一つ、やけに重そうな箱の蓋だけが少し開いていた。中を覗くと淡い布に包まれた胴体のような形が見えた。顔がない。首の部分だけが布で覆われている。住職が俺の肩を叩いた。見るものではありません。低い声でそう言われた瞬間、背筋が凍った。他の参加者は誰もその箱に近づこうとしない。代わりにそれぞれの人形を差し出し、焼却の準備が進められていく。だが炎が上がった時だった。箱の中から乾いた音が響いた。コトン。何かが動いたような、木が鳴るような音。住職は強を強めたが、声がかすかに震えていた。俺はその夜、自分が何を見たのか、まだ整理ができていなかった。ただ、一つだけ覚えている。あの箱の中、確かに首がなかったのに、布の下で何かがわずかに動いていた。供養が終わった後、ツアーの参加者たちは寺の宿坊に泊まることになっていた。夕飯の前には湯気が立ち、畳の匂いが濃く漂っていたが、誰も口を開こうとはしなかった。昼間の焚き火の光景がそれほど異様だったんだ。夜、俺は資料をまとめようとノートを開いた。窓の外は月もなく、山の闇が押し寄せている。静まり返った廊下の奥から、かすかに木がきしむ音が聞こえてきた。最初は風かと思ったが、感覚が一定すぎた。ことことと、あの箱の音に似ていた。懐中電灯を手にして廊下へ出たが、床板が沈むたび、音が少しずつ近づく。角を曲がった先、蔵の前に誰かが立っていた。背丈は
人形ほどでうつむいている。いや、首がない。思わず声を上げかけた瞬間、それがゆっくりとこちらに向き直った。首のないその胴体がふらりと動いたんだ。月明かりも届かぬ暗闇の中、白い手だけが浮かんで見えた。その手は何かを探すように空を撫で、やがて俺の方へと向かって伸びてきた。息を殺し、後ずさりしながら明かりを落とす。闇の中で指先が空をつかむ音がした。カリ、カリ、と。翌朝、蔵の前には足跡が残っていた。人のものではない、小さくて丸い跡。それがまるで胴体だけのものが通ったような軌跡を描いていた。帰りの朝、寺の境内には早くも新しい参拝客が集まり始めていた。供養の煙はまだ漂い、湿った灰が風に舞っていた。俺は最後の取材をしようと蔵の方へ向かった。住職の姿は見えない。だが扉の前には昨夜見た木箱がそのまま置かれていた。開いている。近づくと箱の中には真新しい布が敷かれ、その上に何かが乗っていた。昨日は胴体だけだったはずだ。だが今、そこには首があった。肌は蝋のように白く、唇には赤が引かれている。見覚えのある顔だった。鏡を見るようにゆっくりとその顔の形を確かめた。頬の線、まぶたの傷跡。俺自身の顔だった。息が止まった。足が動かない。その時、背後で木が鳴った。振り返ると、住職が立っていた。表情はなく、ただ両手を合わせていた。奉納は完了しました。意味がわからなかった。だが、声を出そうとした瞬間、喉に何かが詰まるような感覚が走った。息を吸い込むたび、空気が首の奥で止まる。まるでそこに首がないみたいに。視界が揺れ、地面が遠ざかる。最後に見えたのは木箱の中の顔がゆっくりと笑うところだった。それから1週間後、寺を訪れた別のツアー客がこう証言したという。供養堂の片隅に置かれた桐の箱。そこには首のない人形の胴体と一人の男の顔が備えられていたと。
あの夜のことは今でも説明できない。俺が見たものを信じる人はいないだろう。けど確かにあの場所で人が森に吸い込まれたんだ。その日、大学時代の友人2人とグランピングに行った。俺と佐伯、そしてマナ。山の奥にある高級施設でテレビやネットの取材も入るような人気の場所だった。白いドーム型のテントには冷暖房やベッドまで完備されていて、ここなら虫も出ないし安心だねとマナは笑っていた。昼間は穏やかだった。渓流の音と鳥の声、スタッフの笑顔、どれも作り物みたいに整っていて、少し不自然なくらい静かだった。夜になると焚き火の光だけが頼りになった。周囲は街灯も少なく、明るいのは俺たちのサイトだけ。森の奥はライトの届かない漆黒の壁みたいに見えた。その中で何かが時々動く気配があった。マナは何度かその方向を見ていた。風強くないのに木が揺れてるね。そうつぶやいた声が妙に冷たく響いた。スタッフの男性が見回りに来て、夜は森に近づかないでくださいねとだけ言った。理由を聞いても笑ってごまかされた。その笑い方がどうにも引っかかった。夜9時ごろ、マナがちょっと外の空気吸ってくるねと言って立ち上がった。白いカーディガンの背中が焚き火の光から離れて暗闇に消える。その後15分ほどして俺は気づいた。まだ戻ってきていない。静まり返った森の方から吸い込まれるような風の音がした。それがマナを最後に見た瞬間だった。マナが戻らない。スマホを見ても通知はない。マナはトイレかと佐伯が言ったが、トイレは反対側にある。それにあの方向は森の奥だった。俺たちはライトを手に焚き火を離れた。砂利を踏む音が妙に響く。ドームの照明が背後で小さくなっていくと、途端に空気が変わった。森の中は異様に静かで、風の通りもない。虫の声すら聞こえない。ライトを向けても木々の影ばかり。マナの名前を呼んでも返事はなかった。代わりに足元の落ち葉がスッと動いた。まるで誰かがそこにいたかのように。やめよう。戻った方がいい。佐伯の声が
震えていた。俺も同じ気持ちだった。だが、照らした先に見つけてしまった。木の根元に白い布のようなものが見えた。近づいてみると、それはマナのカーディガンだった。袖口が濡れて、泥と枯れ葉がこびりついている。そのすぐそばの地面に指の跡のようなものが深く残っていた。人の手じゃない。爪が異様に長く地面をかきむしったような、そんな形。その後は森の奥へと続いていた。まるで誰かを引きずり込んだかのように。ライトの先、黒い木々の合間で何かが動いた気がした。俺は目の錯覚かと思った。だが、佐伯が小さく叫んだ。今、見えたか？なんか、白いものが歩いた。その瞬間、ライトが一瞬だけ消えた。スイッチを押しても反応しない。数秒後、光が戻った時、そこには何もいなかった。ただ、湿った風が顔を撫でた。まるで森そのものが息をしているかのように。俺たちは慌てて森を出た。ライトの光がドームの白い壁に戻る瞬間、胸が少しだけ軽くなった気がした。だがその足元にはまだ泥がこびりついたマナのカーディガンがあった。俺はそれを抱えて管理棟へ走った。建物の中はやけに静かだった。受付のカウンターには誰もいない。奥の部屋の明かりも消えている。時計を見るとまだ夜の10時半。スタッフが全員寝ている時間ではない。すいません。人がいなくなりました。そう何度も呼びかけると、やっと一人管理人らしき男が現れた。白髪混じりでどこか諦めたような顔をしていた。俺たちが事情を話すと、男は小さくため息をついてこう言った。森の奥に行かれたんですか？はい、けど何か変な音がして。ああ、やっぱりね。それだけ言うと、男は壁にかかった無線機を手に取ったが、スイッチを入れなかった。警察を。と、俺が言いかけたとき、男は首を振った。電話、通じませんよ。ここは夜になると、県外になりますから。嘘だ。昼間、動画を撮っていたときは、電波があった。男は続けて、こう言った。また、出ましたか？その言葉に、俺と佐伯は顔を見合わせた。またって、何が？
男は答えなかった。代わりに小さな紙袋を差し出してきた。中には塩と白い紐で束ねられた枝が入っていた。これをドームの入り口に置いて朝まで出ないように。低い声でそう言った後、男は背を向けた。外に出ると風が止んでいた。それなのに森の奥では木々がざわめいている。まるで何かが近づいてくるように。俺たちは言われた通りに入り口に塩をまき、枝を置いた。ドームの照明を落とし、外の音に耳を澄ます。時計の針はまだ夜の11時。朝までは長い。中の空気が重かった。街灯はあるはずなのに光が届いていなかった。まるで外の世界ごと消えてしまったかのようだった。しばらくするとコツンと何かがドームの外壁に当たった。誰かが小石を投げているような、そんな音。続けてコツンコツン。等間隔で同じ方向から。風じゃないよな。佐伯が小声で言った。俺はうなずいた。風も止んでいる。その音はやがてドームの周囲を回り始めた。右から左へゆっくりと何かが歩いている。外を覗こうとした瞬間、カーテンの向こう側を何かがこすった。白い布越しに黒い線のような影が動いた。それは背の高い人の形に見えた。だが首が妙に長い。俺は息を止めた。その影は一度止まり、と爪のようなものがテントの布をひっかいた。その音がやけにゆっくりで、まるで中を探っているようだった。やがて音が止んだ。静寂。数秒後、外でパサッと何かが落ちる音。佐伯が震える声で言った。枝が動いた。入り口の方を指さすと、確かに枝の束が転がっていた。誰かが踏んだように散らばっている。俺はスマホのライトをつけようとした。だがつかなかった。画面は真っ暗でボタンも反応しない。その瞬間、外でふっと光が走った。森の奥に誰かが立っていた。白い服。だが顔は見えない。そのシルエットがマナのものに見えた。外の白い影がゆっくりと森の奥へと動いた。俺は
呼び止めようとしたが、声が出なかった。体が冷たく固まり、ただその背中を見つめていた。佐伯が小さく言った。マナだ。あの歩き方、間違いない。俺も同じことを思っていた。けれど、そのマナの足は地面を踏んでいなかった。影が滑るように動いていた。その瞬間、ドームの外壁がと音を立てた。次の瞬間、街灯が一斉についた。まるで何かがそれを恐れて逃げたように。森の方を見ると、白い影はすでに消えていた。風が戻り、虫の声が一斉に鳴き出す。夜が終わりを告げる音。そのまま俺たちは一睡もできず、朝を迎えた。外に出ると、入り口の塩はすべてなくなっていた。跡形もなく、風に飛ばされた様子もない。だが、代わりに、そこにはマナのスマホが置かれていたんだ。画面には夜中の写真。焚き火の炎の向こうで、白い顔が森を見ていた。チェックアウトの時間になり、再び管理人に声をかけた。昨日、森に人影を見ました。マナが。男は目を伏せたまま言った。ここでは年に一度誰かが森に呼ばれるんです。呼ばれる？ええ、森は人の声を覚える。名前を呼ぶと返すように連れて行く。俺は言葉を失った。確かに昨夜、マナの名前を何度も呼んでいた。マナと。帰り際に振り返ると、森の奥で光が揺れていた。朝日ではない。淡い白の光。それはゆっくりと地面に沈み、消えていった。あれ以来、マナは見つかっていない。ただ時々、夜中にあの焚き火の写真を見ると、森の奥にもう一つの影が増えている気がする。俺がこの仕事を始めて、もう15年になる。あの山越えルートの出来事は、その中でも一番説明のつかない夜だった。深夜3時前、いつも通り3台で峠を越えていた。先頭が田島、真ん中が俺、最後尾が岡野。仲間内じゃ定番の組み合わせで、長距離でも気を抜けるメンツだった。谷合の道は真っ暗で、霧が強い夜はライトの明かりだけが頼り。ハンドルを握りながら
無線でたわいもない話をしてた。また鹿が出たぞ。ガードレールぐにゃぐにゃだな。そんなたわいもないやりとりだ。けどその夜だけは様子が違った。岡野の声がやけに遠くから聞こえたんだ。同じチャンネルのはずなのに、まるで無線の向こう側じゃなく、谷底の方から帰ってきているような、そんな響きだった。トンネルに差し掛かったのはその少し後。俺が抜けてミラーを確認した瞬間、岡野のヘッドライトが消えていた。あの一本道で急に見えなくなるなんてありえない。岡野、聞こえるか？ノイズ混じりの無線からザーッという音が帰るだけ。田島も呼びかけたが沈黙が続いた。俺は路肩に車を寄せて止め、外に出た。霧の冷気が顔にまとわりつく。見えるはずの赤いテールランプもどこにもなかった。霧の中に立っていると、エンジンを切ったトラックの熱がゆっくり冷えていく音が耳についた。谷底から吹き上がる風は生ぬるく、夜なのに湿った匂いが鼻に残る。ヘッドライトをハイにして道の先を照らした。白い壁のような霧が光を飲み込んでいく。岡野、どこだ？声を張っても帰ってくるのは自分の声の反響だけだった。舗装路にタイヤ痕が2本くっきりと残っている。だがその後は途中でふっと途切れていた。ブレーキをかけた形跡もなく、ただ霧の中へと消えている。俺はおかしいと思いながら無線をもう一度入れた。岡野、応答しろ。どこまで行った？という雑音の後、かすかにしたという声が混じった気がした。だが確信は持てない。ノイズの中で幻聴みたいに響いただけだった。田島が少し遅れて戻ってきた。どうした？岡野、見えねえのか？俺がうなずくと、二人で懐中電灯を持って路肩を歩いた。そこから先はガードレールもない。下を覗き込むと、霧の奥に黒い影が動いた気がした。人かと思ったが、光を当てると何もいない。戻ろう。ここは危ねえ。田島がそう言った瞬間、無線から短い音が鳴った。マイクを押す時のあの音。だが、誰もボタンを触っていない。続けて、岡野の声がした。荷台、誰か、乗ってる。
俺と田島は顔を見合わせた。次の瞬間、無線はノイズごと途切れた。どれだけ呼びかけてもそれっきりだった。岡野の消息はそれきりだった。警察も消防も出たが、霧が濃すぎて夜のうちは捜索ができず、翌朝ようやく現場を見た。ガードレールに接触した跡もなく、谷底には何も見つからなかった。ただ崖の途中に引っかかったような白い布が一枚風に揺れていたという。それは岡野の作業服だった。結局トラックごと行方不明。運送会社は事故扱いにして処理を進めたが、現場を見た俺にはあれがただの事故には思えなかった。あの夜の無線の声が今でも耳に残っている。荷台、誰か、乗ってる。3日後の早朝、営業所に一本の連絡が入った。無人のトラックが戻ってきている。と。ナンバーは岡野のものだった。キーも差しっぱなしで、エンジンは切れている。だが、メーターの針は走行中の位置で止まっていた。俺と田島、それに所長で確認に行った。車体は泥だらけで、フロントに枝や草が絡みついている。それなのにタイヤには擦り傷一つなかった。ドアを開けると運転席には誰もいない。ただ座席に何かが長時間座っていたように沈んでいた。問題は荷台だった。開けた瞬間、冷たい風が吹き出した。積んでいた段ボールは全部そのまま。けれど一番奥、そこだけ荷物が押しのけられ、床のほこりが人の形に抜けていた。横たわるような形で、膝の位置、腕の位置まではっきりわかる。俺は思わず後ずさった。田島は顔を引きずらせて、こりゃ、冗談じゃねとつぶやいた。その時、無線機のスイッチが勝手に入った。ピッという音の後、雑音の中から短い声がした。した。もう、すぐ。誰も触っていない。俺たちは顔を見合わせ、何も言えなかった。それから岡野のトラックは廃車にされたが、積み荷の中にだけ妙な記録が残っていた。最後の納品リストに存在しない取引先の名前。そしてその住所はあの峠のふもとだった。
出動命令が入ったのは午前2時を少し回った頃だった。高齢男性、意識なし。そう無線が入った。郊外の住宅地、夜勤中によく走る区域だが、その番地には聞き覚えがなかった。到着してみると、薄暗い道の奥に街灯もつかない一軒家がポツンと立っていた。玄関の前には救急要請者らしき影はない。車を止め、俺と隊長でインターホンを押した。反応はない。ドアノブを回すと鍵はかかっていなかった。中に入ると埃っぽい空気が鼻を刺した。長く使われていないような、そんな匂い。〇〇消防です。斉藤さん、聞こえますか？声をかけながら進むと、居間の中央に布団が敷かれていた。隊長がライトで照らす。そこには誰もいなかった。布団はまだぬくもりがあるように見える。枕には頭の跡。コップには飲みかけの水。さっきまで確かに誰かがいたはずの生活の気配。しかし家中を探しても人影は見当たらない。トイレも風呂場も台所も全部空。それなのに玄関の外には足跡が一つもなかった。通報したのは本人かと隊長が無線で確認を入れる。通信指令室の答えは、発信者の男性の声ですが、番号は表示されていません。その瞬間、居間の奥、閉ざされた襖の向こうから、カタッと音がした。二人同時にそちらを見たが、そこにあったのは古い仏壇。開いた引き戸の中に位牌に刻まれた名前が陽性者と同じだった。隊長は無言で仏壇を見つめていた。ろうそくは消えて久しいのか、芯が黒く固まっている。その前に置かれた茶碗には水が少しだけ濁っていた。最近誰かが来てたんだな。そうつぶやいて隊長は玄関に戻り、無線で再確認を入れた。こちら救急1号車。陽性者の名前は斉藤健一で間違いないか？間違いありません。連絡者との関係は？本人からの直接通報と記録されています。俺は室内をもう一度見回した。壁には古びたカレンダー。日付は5年前のまま止まっている。冷蔵庫を開けると電気は通っていない。まるで時間ごと封じ込められたような、そんな家。本当に今夜、ここから通報があったのか？思わず声に出すと、隊長が短く、確認済みだ。
と返した。けれど、その声もどこか弱々しい。廊下の奥、半開きの戸の向こうに古い受話器があった。コードは途中で切れていて、壁際に垂れ下がっている。その受話器の下、畳の上にかすかな灰色の跡。まるで人が横たわった輪郭のような形。その時、無線から雑音が走った。4号車、応答願います。桜庭町の要請。別の出動要請らしい。隊長は、こちら、現場確認中。と応答し、通信を切った。だがその直後、俺の胸元の個人通信端末から、ピッと短い電子音が鳴った。画面を見ると、着信、斉藤健一と陽性者の名前が表示された。俺は思わず息を飲む。慌てて受信ボタンを押すと、ノイズの向こうからかすれた声が聞こえた。いらない。来なくていい。その瞬間、通話は切れた。画面の履歴を確認すると、番号は空欄だった。翌朝、署に戻った俺たちは、通常通り出勤記録を整理していた。しかし、昨日の件だけがどうしても入力できなかった。システムが、該当の出動履歴が存在しません、と弾くんだ。おかしいな。隊長が眉を潜め、記録室に確認へ向かった。数分後、戻ってきたその顔は蒼白だった。昨夜、桜庭町には出動していないことになってる。そんなわけないですよ。俺たちは現場に。言いかけた瞬間、机の上の携帯無線が勝手に点灯した。雑音の中からあのかすれた声が再び流れ出す。もういらない。来なくていい。隊長が慌ててスイッチを切る。その瞬間、記録用紙の隅に置かれていたボールペンがカタッと倒れた。ペン先が触れた場所には薄く湿った跡。水かと思ったが、指で触れるとぬるい。机の縁には昨日持ち帰ったストレッチャーのタイヤの跡が黒く残っていた。確かに出動した証拠だ。だが報告書の欄は空白のまま。システム上、その夜に走った救急車は一台も存在しなかった。なあ、あの家、地図で見てみろ。隊長の声に従い、タブレットで地図を開く。昨夜の住所を入力すると、検索結果は該当なし。桜庭町2丁目6番地という地名自体が地図から
消えていた。不思議なことに通信指令室でもそんな通報記録はないと言われた。ただ一枚プリントアウトされた通報履歴の紙だけが残っていた。印字の薄れた発信元欄にはこう打たれていた。自宅より斉藤健一。その下には手書きで日付が残っていた。5年前の同じ日付。夜行バスの深夜3時は音が消える。車体の振動だけが体を包み、誰もが眠りに落ちている時間だ。その夜も俺は仕事帰りの帰省で新宿発の夜行バスに一人で乗っていた。乗客は数十人。ほとんどの席は埋まっていたが、最後列の一つだけ空いていた。俺はそこに腰を下ろし、窓の外を見た。流れる街灯がゆっくりと遠のいていく。1時間ほど経った頃、ふと違和感を覚えた。と、乾いた金属音。聞き慣れたはずのそれが、妙に生々しく響いた。すぐ近くでシートベルトのバックルが閉まる音だった。目を開けると、隣の席は空いている。荷物もない。それでも確かに音はそこから鳴った。俺はゆっくりと覗き込んだ。シートベルトはしっかりと止まっている。金具の部分が淡い非常灯の光を反射してわずかに光っていた。寝ぼけたのかと思い、もう一度目を閉じた。その瞬間、再びと音がした。今度は反対側の通路側。そこも誰もいない。ただ座面が沈んでいた。誰かが座ったように確かに沈み込んでいた。背中が汗ばんだ。運転席の方を見ても前方の乗客は誰も動いていない。全員眠っている。ただ車体が少しだけ左右に揺れ、その度にどこかの席から小さくカチッとなった。まるで見えない誰かたちが順番にベルトを締めているようだった。俺はたまらず立ち上がった。通路を前へ進もうとした瞬間、背中のすぐ後ろで耳元すれすれに忘れてるぞ。と低い声がささやいた。振り向いても誰もいなかった。運転席の方を見ても誰も異変に気づいていないようだった。車内は静まり返り、寝息とエンジンの音だけが続く。ただ一つ違うのは、あのカチッという音が車内のあちこちから順に響いていることだった。
一つ、二つ、三つ。席ごとにベルトが閉まるような乾いた音。誰も動いていないのに音だけが増えていく。やがて車体の揺れと呼応するようにカチッカチッカチッと一定のリズムになっていた。俺はたまらず前に進んだ。通路を抜け運転席の後ろまで来たとき、運転手が小さく独り言を漏らした。またか。声は疲れ切っていた。俺が、え？と声をかけると、彼はミラー越しに俺を見た。後ろ、誰か座ってただろう。いえ、空席でした。そうか。去年も同じ音がしたんだ。彼はそう言うと、ゆっくり息を吐いた。この路線、事故があってな。一番後ろに座ってた若い女がベルトしてなかったらしい。急ブレーキで飛ばされて即死だった。それからだ。夜中になると後ろの席で閉める音がするんだ。俺の背中を汗が伝った。その席はまさに俺の右隣だった。その時突然バス全体がガタンと大きく揺れた。眠っていた乗客が一斉に目を覚ます。何？事故？誰かが言う。運転手は慌ててハンドルを戻した。すいません。鹿か何かが。そう言いながらバックミラーを覗いた。俺も振り返る。後方の窓ガラスに一瞬だけ何かの手が張り付いていた。焦げ茶色で爪が剥がれ落ちている。その手がベルトの金具を握り、と最後の音を鳴らした。揺れはすぐに収まったが、車内の空気は変わっていた。誰も喋らず、みんなが何かを感じ取っている。背中を押されるような重い気配。それでも運転手は何事もなかったかのように前を見つめていた。俺は自分の席に戻った。最後列、あの手が見えた場所。座面にはさっきより深く沈んだ跡がある。誰かがそこに座り、ベルトを締めたまま動かないように見えた。息を潜めて見つめていると、再び金具の音。その隣の空席でももう一つ鳴った。順に列のすべてのベルトが締まり始める。誰もいないのに、規則的に、まるで点呼のように。運転手がミラー越しに言った。満席だ。
その声と同時に非常灯が一瞬だけ明るくなった。その光の中で見えたのは、座席にずらりと並ぶ輪郭、焦げた服、剥がれた皮膚、髪の焼けた女の顔。全員シートベルトを締め、静かに前を向いていた。俺は立ち上がろうとしたが、動けなかった。腰のあたりで何かが締まる感覚。下を見た。自分のシートベルトが誰の手も触れていないのに、ゆっくりとカチリと止まった。忘れてるぞ。耳元であの声が囁いた。次の瞬間、車内が一斉に暗転した。何かが前方で衝突する鈍い音。誰かの悲鳴、金属のきしみ。世界が反転するような衝撃の後、すべてが静かになった。気がつくと夜明けのサービスエリアにいた。バスはきれいなままで、誰も怪我をしていない。けれど最後列の一席だけベルトが閉まったまま、誰にも外せなかったという。今でもニュースの写真を見るたびに思い出す。あの夜、事故で亡くなった女が最後に言った言葉。もうちゃんと閉めたから。